さて、総理は12月6日の所信表明演説の際、大事なのは最悪の事態を想定することですとおっしゃった上で、ジョン・ F ・ケネディ元米国大統領の屋根を修理するなら、日が照ってるうちに限るという言葉を引用されました。感染症対策に限らず、日本が直面する可能性のある最悪の事態を想定し、先手先手で構えを講じ、そしてリスクを最小化しておくということは、これは危機管理の要諦でございます。総理のお考えに心から賛同いたします。そこでリスクの最小化という観点からいくつか伺います。補正予算案には変化する国際情勢に迅速に対応し、国家の安全保障をしっかりと確保するための経費として、7139億円が計上されました。総理がおっしゃった大事なのは最悪の事態を想定することですという理念が国防力の強化にも生かされるものと高く評価をいたします。12月1日、安倍晋三元総理が台湾有事、それは日本有事です。すなわち日米同盟の有事でもありますと発言をされました。この発言に対して中国外務省の報道官がでたらめな発言だと反発しただけではなくて、中国の外務次官補が日本大使を呼んで、中国の内政に対する粗暴な干渉であり、主権に対する露骨な挑発だと抗議したと伝えられています。防衛大臣に伺います。台湾有事は日本有事という安倍元総理のご見解について、安全保障の観点から正しい認識だとお考えになりますか。防衛大臣、岸信夫君。日本の最西端の与那国島まで参りますと、台湾もそこから110キロのところにあります。まさに目と鼻の先に存在をしております。台湾は日本にとって自由や民主主義、基本的人権、法の支配といった基本的な価値を共有する極めて重要なパートナーであり、また大切な友人でもあります。ご指摘の安倍元総理のご発言について政府としてコメントすることは差し控えますが、台湾をめぐる情勢の安定は、南西地域を含む我が国の安全保障にとって重要であると考えています。我が国として台湾をめぐる問題については、対話により平和的に解決されるべきと期待する立場であります。台湾海峡の平和と安定の重要性については、これは我が国のみならず、日米韓、あるいは日 EU、G7 首脳会談においても認識を共有しているところであります。近年、中国が軍事力の強化を急速に進める中で、中台の軍事バランスは全体として中国側に大きく有利な方向に変化をし、その差は年々拡大をしています。また、中国軍機による台湾の南西地域への度重なる侵入を含め、中国は台湾周辺における活動をさらに活発化させておりまして、我が国として、防衛省としても、引き続き関連動向については注視してまいりたいと考えております。延長。高市早苗君。外務大臣、ご出張お疲れ様でございました。日本の閣僚を含む政治家が台湾有事、つまり中台有事を想定した発言をすることや、日本政府が中台有事への備えを進めることというのは、中国の内政に対する干渉だとお考えでしょうか。外務大臣、林芳正君。台湾海峡の平和と安定、これは日本の安全保障はもとより、国際社会の安定にとっても重要でございまして、また台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決されることを期待するというのが日本の政府の一貫した立場でございます。政府としてはこのような日本のみならず、国際社会にとっても重要な問題について正当な関心を表明すること自体が、いわゆる内政干渉に当たるとは考えておらないわけでございます。台湾海峡の平和と安定が重要であるという認識は、
国際社会においても高まっておりまして、4月の菅総理訪米時に発出した日米共同声明や、6月の G7 首脳会合でも同様の認識が示されているということは、この詳細でございまして、現政権も当然に引き継いでいるものでございます。そうした認識を踏まえて、私自身、11月の18日、日中外相電話会談において、王毅国務委員に対して、直接この点に対して提起をしております。また、日本の政治家によるご発言に関連する中国側からの不当な申し入れに対しても、外交ルートにおいてしっかりと反論させているところでございます。また、11月13日のブリンケン国務長官との電話会談や、今般の G7 外相会合の機会に行った日米外相会談でも、台湾海峡の平和と安定の問題をブリンケン長官と議論させていただいたところでございます。いずれにいたしましても、日本を取り巻く環境が一層厳しさを増す中、政府としていかなる事態に対しても対応できるよう、平素からの体制の整備を含め、万全を期していくということは当然であると考えております。委員長。高市早苗君。はい、わかりました。先ほど防衛大臣がおっしゃいましたとおり、台湾は与那国島から約110キロという、近距離にあります。でまた台湾、南側のバシー海峡というのは、これは日本の原油の9割、また天然ガスの6割の輸入を依存する重要なシーレーンでございますので、台湾の平和と安定は日本の安全保障に直結をしています。で台湾国防部によりますと、昨年1年間で、延べ380機の中国軍機が台湾の南西区域に侵入しています。最近では10月1日から4日の4日間にかけて、延べ149機もの中国軍機が台湾南西区域に侵入しました。で米国は中国の攻撃的な行動が緊張を高めていると牽制しました。で中国は台湾独立を防ぐため、反国家分裂法により、武力行使を放棄しない方針を明記しております。今年の3月に、米軍のデイビッドソン前インド太平洋軍司令官が、中国の台湾に対する脅威は今後6年以内に明らかになると発言して、大きな注目を集めました。その後、軍事侵攻の時期については、さまざまな見方が専門家からも示されておりますが、中国の台湾侵攻能力が加速しているという認識は共通しております。で仮にですが、中台有事と言われる事態が発生した場合に備え、内閣は先島諸島などにお住まいの皆様の安全を確保するということに加えて、中国在留邦人約11万2000名、台湾在留邦人約2万5000名の皆様の救出手段についても、あらかじめ検討をしておかなければなりません。総理は現在の自衛隊法は在外邦人救出を行う上で十分な内容を備えているとお考えでしょうか。内閣総理大臣、岸田文雄君。現在、多くの日本人が海外で活躍する中で、こうしたこの日本人の安全、安心を守っていくこと、これは政治にとって大変重要な役割であると考えます。例えば、先日のアフガニスタンのような困難な状況の中にあっても、在外邦人の生命、身体の保護に万全を期すことが重要である、これは強く感じます。そして、この自衛隊法、十分かというご質問でありますが、例えば自衛隊法84条の3、という点につきましては、かつ平和安全法制のこの議論の中でも、憲法やあるいは国際法の観点から随分と議論が行われた、こうした課題であります。これについては十分な審議が行われたと認識をしていますが、一方で84条の4、これアフガニスタンの事例において、この自衛隊機がこの現地のこの安全をどう確認するかという部分に関わる条文でありますが、これについてはさらに改善することができないか、これについては検討を指示したところであります。このように平素から
海外で邦人が危機にさらされた際に、邦人の保護、退避にどのように対応していくのか、全力でそうした対応ができるように、平素から準備をしておくこと、これは重要だと認識をいたします。委員長。高市早苗君。今、84条の4について、検討を指示したとおっしゃいましたが、84条の4は、在外邦人等の輸送を、任務とするものでございます。今年の8月、アフガニスタン、まさに、この84条の4によって自衛隊が派遣されましたが、この輸送、業務ですから、自衛隊は現地の空港から外には出られません。派遣された自衛隊員は、武器を携行しておりましたけれども、自力で逃げてきた方を安全に輸送機に導くということ、またハイジャックなどから機体を守る、人を守る、こういったことに武器使用が限定されていたと承知をしております。仮に空港に向かう途中の日本人が襲撃されたとしても、空港外に出て、この武器を使うことはできませんので、なかなかこれは難しい派遣だったなと思います。ただ、安倍内閣が平和安全法制の一部として追加した自衛隊法第84条の3に基づく派遣でしたら、在外邦人等の保護措置を認めていますので、大使館などに集合した邦人等を陸上輸送し、この保護任務の実施を妨害する行為を排除するための武器使用というのは認められています。ただし、この保護措置の実施には、第一に当該地域の安全を現地の当局が確保し、戦闘行為が行われていることがないこと、で第二に武器使用を含む自衛隊の活動について、領域国が同意していること、で第三に当局との連携が見込まれること、この3要件が含まれています。ですから、今年8月のアフガニスタンについては、もうすでに政権が機能しておりませんでしたから、この3要件を満たさず、輸送を任務とする84条の4に基づく派遣しかできなかったということについては、十分理解できます。しかしながら、よくよく考えると、安全が確保されて戦闘行為が行われることがない地域であれば、自衛隊が武器を携行して日本人を助けに行く必要はございません。むしろ危険な地域、戦闘行為が始まった地域、政権が崩壊した国に取り残された日本人を日本政府が救出するための法制度整備が完成していないということが問題でございます。総理は12月9日の衆議院本会議で、日本維新の会の馬場共同代表のご質問に対し、国民の生命と財産を断固として守り抜くことは政府の最も重要な責務であり、いかなる事態にも対応できるよう万全を期していくことは当然であり、これまでも平和安全法制の整備等を行ってまいりました。法制面を含め、必要に応じた検討を不断に行ってまいりますと答弁されました。先ほど私は中隊有事に触れました。最悪の事態を想定して、今一度、自衛隊法第84条の3の3要件を見直すなど、在外邦人などの保護措置を実効性のある内容に改正していくというご意思はありますか。総理に伺います。内閣総理大臣、岸田文雄君。先ほど申し上げましたように、84条3につきましては、これは憲法との関係、あるいは国際法との関係、随分と平和安全法制の際に議論を行いました。これは武器の行使を伴わない警察的な活動を行うことを担保するための要件等、これは慎重に考えていかなければならない点を含んでいると認識をしています。ただ一方で、邦人の生命、安全を守るために自衛隊が現地に赴くという際の安全ということについては、この安全に対する考え方、これは決して民間における安全と同じ
この安全を意味するものではないと思います。この点について、もう少ししっかりと整理をしないと、このアフガニスタンの際に国民の皆さんからさまざまなこの疑問が出された、こういった指摘にもつながってしまう、こういった点について問題意識を持ち、よく整理する必要があるのではないか、こういったことを指示、検討するように指示をした、こういった次第であります。高市早苗君。最悪の事態を想定して、より実効的に多くの邦人を救出できるような知恵を絞っていただきたく存じます。先ほど防衛大臣がお答えくださいましたが、中国と台湾の軍事バランスというのは、国防費だけで比較しますと、中国や台湾の約15倍になるといった感じで、今、その差は年々拡大しております。で、現在、米国は台湾に強く関与する姿勢を示しております。先月、米国の上下両院の国会議員が台湾を訪問しました。また、欧州も台湾に対する関心を強めております。これも先月、欧州議会議員団が初めて台湾を公式訪問しました。で、自民党では積極的に台湾民進党との信頼関係を深めています。今年の8月には、自民党と台湾の民進党との間で、初めて外交・防衛の政策責任者が協議する2+2を開催しまして、圧力を強めるこの中国への抑止策をめぐって意見交換をしました。仮に台湾で民進党政権が倒れ、第二の香港といった状況になりましたら、日本の国防にも経済安全保障にも深刻な影響が及びます。台湾の大手半導体メーカーである TSMC の日本国内への立地は、先端半導体の国産化に向けて朗報でございますが、仮に TSMC に中国の会社法や、中国共産党規約、また国家情報法が適用されるような事態になってしまいますと、社内に中国共産党組織が設置され、先端技術や機微情報の流出拠点にもなりかねません。